今日の質問は、聖書は膨大な書です。どこから読めばいいのですかという質問です。3つ申し上げますね。1番目、まず一般的な助言。これはね、聖書には旧約聖書と新約聖書という部分に分かれて2部あるわけですけれども、新約聖書の初めから読むというのが一般的な助言ですね。新約聖書の初めには福音書という書が4つあるんです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書があります。その4つの福音書はすべてキリスト、これはヘブル語ではメシアって言いますね。救い主という意味ですね。このキリストについて証言しているのが4つの福音書です。で、最初に出てくるのがマタイの福音書です。しかし、マタイの福音書から読むのはあまりお勧めできない。というのは、マタイの福音書はユダヤ人を対象に書かれた書だからです。ですから、もう少し知識が進んでからマタイの福音書を読むといいかもしれません。ユダヤ人でない私たちが読んで一番わかりやすいのはマルコの福音書ですね。マルコの福音書の特徴はイエス・キリストが非常に活発に行動されるということですね。そしてすぐに、そしてすぐに、そしてすぐにという言葉が繰り返されます。ですからまずマルコの福音書からお読みになることをお勧めします。それが終わると次にお勧めなのがヨハネの福音書です。このマルコの福音書とヨハネの福音書をお読みになると、イエス・キリストというお方がどういう方であるかということが大体理解できるようになります。じゃあ2番目のポイント。今のは一般的な助言ですけれども、2番目のポイントはもう一つの選択肢があるということですね。それは何かというと、旧約聖書の最初の創世記から読み始めてみるということです。創世記にはそれ以降聖書の中で展開されるすべてのテーマの最初の部分が含まれています。例えば、人類の創造と堕落、あるいはキリスト到来の約束、そして全人類を救うために神様がイスラエル民族を選ばれたというような、それ以降展開される大変重要なテーマの方が、最初の芽生えがそこに全部あるということです。ただし創世記は一人で読んですぐに分かるということはなかなか難しいと思いますから、もしそばに導き手がいて読むということになるならば、より効果的だと思います。一般的な助言、そして創世記から読み始めるというもう一つの選択肢をお話ししました。最後に3番目ですけど、同時に聖書に向かう姿勢も重要ですね。どこから読むかということと同時に、どういう姿勢で聖書に向かうかということが非常に重要ですよ。つまるところ、聖書が語っているのは次の2つです。1つは、神とはどういうお方か。神とはどういうお方か。2つ目は、その神に近づくためにはどうしたらよいのか。どうしたら神に近づけるか。この2つが聖書が伝えているメッセージですね。ぜひ聖書に向かう姿勢を正して聖書を開いてみてください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。